今回はタロットカードの16枚目、悪魔のカードの意味をもとにお話ポンが独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミアより第16話スタートです。カードナンバー15、悪魔。私はある企業に勤める25歳の OL。大学を卒業するとすぐ、私は家を出て一人暮らしを始めた。別に親と仲が悪いわけでもなければ、家に居場所がないというわけでもない。ただ会社に近い方が朝遅くまで寝ていられることと、親に干渉されたくなかったからだ。住んでいるのはきれいなマンションと言いたいところだけど、残念ながら見た目のいいアパート。本当は防犯面がしっかりしているような女性専用のマンションが良かったのだけど、さすがに一般 OL の平均的な給料の私にはそんな贅沢は無理。ということで、親の心配を笑い飛ばしてごく普通のアパートに引っ越したわけだ。アパートに一人で暮らすようになって3年になるけど、とっても快適。一人暮らしだからアパートの狭い部屋でもちょうどいい広さに感じる。自分の好きな家具を少しずつ集めて、部屋の中は私色に染まってるし、誰にも文句を言われないのだ。一人暮らしだと寂しいでしょなんて言葉をよく聞くけど、そんなことは全くない。寂しいどころか自由気ままに暮らせることがどれほどの幸せなのか、そういう質問をする人は知らないんだと思う。平日は仕事で帰ってきた時に真っ暗なのがちょっとだけ寂しさを誘うけど、休日は親に起こされることもなく、ダミンを貪ることができるし、休日の前夜は夜更かしし放題。掃除しなさいなんて怒られることもない。やりたい時にやって、基本適当にきれいになってるどうしてもきれいにしなくちゃって思う必要もなければ思うこともない。たまに友達が来て女子会のようなことをするけど、これもまた楽しい。私の実家は電車で1時間の距離にあり、今までは遠方の友達と遊ぶにしても時間ばかりを気にしていたけど、今はそんな必要もないってこと。これほど充実して楽しいなんて思ってもいなかった。ところが最近になってなんだか変なことが起こりだしている。というのは、集合ポストに入っている郵便物が落ちていたり、差出人不明の手紙が入っていたり、最初は何だろうと思う程度だった。郵便物が落ちてるのだってこういうこともあるよねくらいにしか思っていなかった。それが絶対に変だと思い出したのがゴミ。アパートのすぐ下にいつでも出せるゴミ集積所があるけど、そこに出しておいた私のゴミだけが翌朝なくなっている。どうしてわかったかというと、その時たまたま必要なものを思い出してゴミ袋に入れたことに気がついた。それでゴミを取りに行ったらなくなっていたのだ。そんなバカなと思ってさらに探したけど、やっぱりなくて、どうしてなのかと考えたけど結論なんて出るはずはない。どうして？それでも考えるけどまるでループ。
気になって次にゴミを出した時に分かりやすいように外から見えるように私にしか分からないゴミを混ぜておいた。やっぱり翌日にはゴミがなくなっている。何度か同じことを繰り返したけどやっぱりなくなる。だんだん怖くなってきた。もう誰かが持って行ったとしか考えようがない。そんなことを繰り返していたある日、私の携帯が鳴った。画面には全く知らない番号。出たくはないけど、一人で暮らしていると出ないわけにはいかない。例えば、つい先日かかった病院からかもしれないし、役所関係かもしれない。みんながみんな公式の電話からかけてくるわけではないのが今のご時世ってやつ。予約したお店に備え付けの電話がなくて携帯からかけてきたという経験もあるので、ここは出るしかないと思った。出てみると男性の声で「おかえり、今日は遅かったんだね」と言われた。え？どなたですか？私は震える声で聞き返した。電話の向こうではおかしそうに笑ってるけど、こっちとしてはちっともおかしくなんかない。全身に恐怖を感じて鳥肌が立った。僕だよ。君の最愛の僕。忘れたの？いや、最愛の僕とか言われても人間になって25年だけど最愛と呼べる人に出会ったことがない。冗談はやめてください。切りますよ。と叫ぶと相手は、いいの？僕にそんなこと言って。最近ゴミがなくなってるでしょ？ゴミの中には君のことがたくさん入ってたよ。あんなものを不用意に捨てたら君を狙ってるやつがいたら大変だよ。ぞっとした。ゴミを持って行った犯人からの電話だったのだ。なんでそんなことを。好きな人のことを知りたいと思うのは当然でしょ。君がどこの携帯を使っているのか、どんなものを買ってるのか。カップ麺ばかり食べてたら体に悪いよ。たまにはちゃんと自炊しないと。余計なお世話だ。自炊するよりもカップ麺の方が簡単でいいんだよ。そうそう。この間君の部屋の前にフルーツを置いておいたけど、あれ食べてくれたみたいだね。あっと思った。確かにフルーツが置かれていた。きっと母親でも来て置いていったのだろうと思って全く気にせずに食べてしまった。美味しかったのは認めるが、今そんなことを言われてごちそうさまでしたとは言えない。それどころか食べたものが今さらこみ上げてくるような気がした。なんで私に。僕は君のことが好きなんだよ。君だって僕のことが好きなんだろう。なんでそう思うんですか？顔も見たことのない相手を好きになる方がおかしい。だって君は僕とすれ違った時に嬉しそうに笑顔を向けてくれたじゃないか。意味がわからない。が、相手はアパートの前で私が帰宅するのをずっと見張っていたらしく、私が帰ってきた時に目があったというのだ。そして私が微笑んでくれたと。その時に電流が体を貫いたような衝撃を受けたという。いっそ感電して死んでくれたら嬉しいが、そんなことが起こるはずもなく、ただただ気持ちが悪く恐ろしいばかりだ。私はこれ以上話していることができず、相手が話しているにもかかわらず電話を切った。
携帯をテーブルに置いた時には指が震え、体中から悪寒がして、恐怖というのはこういうことを言うのかと心底恐ろしく思った。相手は私を見張っている。アパートのどの部屋なのかも知っているのだ。そして何よりもおかしな妄想に駆られているらしい。その後も干してあった下着がなくなっていたり、帰宅したと同時に電話が鳴ったり、私が留守の間に食べ物を置いていったりという行動が続いた。そしてそれ以上に恐怖だったのが、家に帰った時に感じる違和感だ。朝部屋を出る時と帰宅した時の状態が微妙に違うのだ。ベッドは起きたままの状態でぐしゃぐしゃになっていたのがきれいにベッドメイキングされ、食器は洗わずに放置してあったものがきれいに洗って置かれている。雑然と置かれていた本が整頓され棚に収まっている。これが母親がやってくれたのならば、あるいは知り合いが泊まらせてくれたお礼にと掃除してくれたのならば、私としても嬉しいし、お礼の言いようもあるが、誰に聞いてもそんなことあるはずがないと笑う。当たり前だ。泊まりに来たからって私が留守の間に部屋に滞在しているような人はいないし、母親だってそんなに頻繁に来るはずはない。ということは考えられるのは一人だ。部屋の中で呆然と立ち尽くしていると携帯が鳴った。相手はあいつだ。おかえり。今日は早かったんだね。どう？部屋の中、きれいに片付いていたでしょ。女の子なんだからあんなに散らかしてたらダメだよ。でも僕は君のためならあれくらいきれいに片付けることができるけどね。どうやって部屋に入ったんですか？やだなあ。僕と君の関係なんだから鍵くらい持っていても当然でしょ。男はそう言って笑った。だけど私は鍵を預けたことはない。この部屋の鍵を持っているのは私の親だけ。まさか親が他人に鍵を貸すわけはない。頭の中にピッキングという言葉が浮かんだ。ピッキングなんかじゃないよ。僕は君からちゃんと鍵を受け取ったんだからさ。本当に忘れちゃったの？どうしたんだい？僕のことを愛してくれているのに、そんな大事なことを忘れるなんて。つまり私が留守の間にあいつは私の部屋に入って私のものを触ったりベッドに横になったりしているということか。気持ちが悪い。そして怖い。翌日どうすることもできない私はどうしたらいいのかと友達に相談することにした。友達は私と同じように一人暮らし。ただ彼女はセキュリティがしっかりしているマンション住まいだけど、彼女の部屋に行くと私は席を切ったように今体験していることを話して聞かせた。するとじっと聞いていた友達はストーカーとぼそっとつぶやいた。ストーカー？私がすっとんきょうな声を上げるとうんとうなずいた。なんで？ストーカーって面識があって相手との交流があってそれだけがストーカーになるってわけじゃないわよ。どこかで目があって勘違いするとか、隣に住んでる男が勝手に思い込むとか、どんな人がストーカーになるかなんて決まってないでしょ。そうだけど捕まえてみたら元彼だったなんてのもあるわよ。確かにそんな話を聞いたこともある。だけど私にはストーキングされる理由がわからない。あんたにわからなくても向こうにはそれなりの理由があるってことでしょ。ねえ、どうしたらいいと思う？
そうだね。方法としては二択かな。友達は私が持ってきたケーキをフォークで刺しながら言った。二択ってどんな？一つは逃げる。逃げる？そう、実家に帰るとか引っ越すとか。うん。もう一つは戦う。戦うって相手は男なんだよ。どうやって戦うっての？そんな怖いことを。怖がっている私をじっと見つめる友達は何かを思い出したのか、私の前にカードを置いた。そのカードは見ただけでわかるタロットカードだ。私も学生の頃にタロットカードにはまり、一時はやってみようと思って購入したが、持ってただけで結局何もせずに終わった。私さ、タロット好きなんだよね。綺麗な絵が描かれてて、一枚一枚のカードにそれぞれ意味があってさ。私が持ってるのはアルケミアなんだけど、綺麗でしょ？確かに綺麗だけど、占いができない人が持っていても仕方がないように思う。占ってあげるよ。その言葉に時が止まった。なぜなら彼女に占いができるなんて今の今まで聞いたことがないのだ。できるの？私のはちゃんと勉強したわけじゃないし、どちらかというとスピリチュアル的なやり方。何それ？どうしたらいいか、それが知りたいだけなら私のやり方でもわかると思うよ。当たるかどうかは別としてね。そう言うと彼女はカードを切り出した。不器用な手つきでカードを切っていく。そして手の中から落ちた一枚のカード。これ。何？そのカードにはどう見ても悪魔のような絵が描かれている。悪魔だね。嫌なんですけど。でもさ、そう言いながら彼女が手にしたのは説明書らしき本だ。悪魔のページをめくると、恐怖や不安の種に向き合えば打開策が見つかるってよ。ってことは、逃げるんじゃなくて戦えってことじゃない？マジで？どうやってよ。さあ、でもさ、こういうのって警察に言うとかさ、捕まえてもらうしかないでしょ。結局友達に相談はしたものの、これといった解決策はなく、逃げるより戦った方がいいよと言われて終わった。他人事だし、彼女としては若干面白がっている節があったのでしょうがないだろうな。自分のことじゃないんだからそうなるよね。それに襲われたわけでもなければ急を要する事態ってわけでもない。私的にはかなり急を要する状況だと思うけど、そこでやっぱりここは警察に行った方がいいかなと考えていた時だった。駅からとぼとぼと歩きながら、また待ち伏せされているんじゃないかと考えていた時だ。電柱に貼られた一枚の広告が目についた。ストーカーと思ったら迷わずご相談ください。川崎探偵事務所。今まで何百回とこの道を通ってきたけど、こんな張り紙があることすら知らなかった。それがどうしたことか今日はしっかりと目に飛び込んできた。私はチラシの前に止まるとじっとその文字を凝視した。探偵事務所とはすぐに連絡がつき、待ち合わせの場所にやってきてくれた。しかし現れたのは何とも頼りなさそうな20代の若者。とはいえ私よりも年上だというから驚きだ。どう見ても私よりも若く見える。その彼は私にヨレヨレの名刺を1枚差し出してきた。川崎探偵事務所の川崎です。川崎探偵事務所の川崎ということは経営者だろうか。警察には連絡したんですか？いえ、まだ。
しようかなって思っていた時にそちらのチラシが目につきまして。そうですか、それはよかった。川崎はほっとしたように笑った。何がよかったんだろうか。警察と探偵事務所は商売敵かなんかなのかと思っていたら川崎が言った。むやみに警察に通報すると確固たる証拠がない以上警察も動きません。動いてくれたとしても相手を犯人呼ばわりして逆効果ということもあります。もう一つ質問ですが、今回の件で何か対策は打たれましたか？そんなものなのかと思いながら、対策らしいものは何もしていないと答えた。すると今度もまたよかったという。よくあるんですよ。友達に彼氏のふりをしてもらって相手に迷惑だと言ってもらうとか。ですがこういうことをすると相手は被害者のことを恋人だと思い込んでいるので、邪魔しやがってとばかりに殺傷沙汰にもなりかねません。事実そういうケースは多いんです。言葉が出なかった。さっき友達と話していた中にその案もあったからだ。やっていたら大変なことになっていたということじゃないか。川崎は多数の情報を私に教えてくれて、警察に通報する前に証拠を集めないとならないことを教えてくれた。その手伝いをするのが探偵であるとも言っていた。こうして私は川崎市の手助けのもとストーキングの証拠集めをすることとなった。私個人としては相手を刺激しないようにしながら相手からの電話を録音することを頼まれた。川崎市は私の部屋の中に仕掛けられているかもしれない盗聴器を探してくれて防犯カメラを設置していった。すると見事に盗聴器が見つかり、私は震えが止まらなかった。どこの誰かも知らない、顔もわからない相手が私の日常を監視していたのだ。待ち伏せだけでも恐ろしいのに、盗聴器まで仕込まれていたことに、今すぐにでもこの部屋から逃げ出したいと思った。しかし、そんなことをすれば、相手は私を探し回り、家族や友人、会社にまで何をするかわからない。川崎市はあと少しの我慢ですからと言い残して相手の素性を探る作業に取り掛かった。それによってストーカーしている相手が明るみとなり、警察に通報した時にもスムーズに話が進むというのだ。川崎市に依頼してから1週間後、ひたすらあいつに怯えながらも頑張り続けたが、とうとう川崎市から連絡があった。そして素性が明かされた。ストーカーの身元がはっきりしましたよ。こう言って大きめの封筒から出された書類。それを手にした私は震えが止まらなかった。なぜなら顔も知らない相手どころか、かつては毎日のように顔を合わせていた相手だったのだ。なんて。あまりのことに言葉を失った私はやっとそれだけを口にした。驚きですね。でも誰がストーカーになってもおかしくない世の中ですから、ないとは言えませんが、書類に添付されていた写真はなんと大学時代の准教授。私としては面識がある程度ですれ違って挨拶を交わすくらいだ。大して面白くもない講義だったというイメージしかなく、眠気をこらえるのがやっとだったと記憶している。それなのになんで今さら。彼の年齢は40歳。丸抜大学の准教授ですが、最近奥さんと離婚したようです。と言っても逃げられたようですが、奥さんと離婚してからどうもおかしな言動が増えたようです。ストーカー行為もこれが初めてではなく、離婚の原因もそれのようですね。なんてことだ。これがあなたにストーキングしていたという証拠になります。彼を訴えることもできます。警察に通報すれば警察はきっと動いてくれることでしょう。
川崎氏ははっきりとそう言うと、目の前に置かれたコーヒーに口をつけた。通報しなかったらどうなるんでしょう。通報しないつもりですか。いえ、そうじゃないんですけど、さすがに自分の出身大学の准教授をというのは。なるほど、そうですね。通報しなければ彼は自分がやっていることがストーキングだとは思わずに、その行為はさらにエスカレートすることでしょう。つまりあなたの身に危険が及ぶということです。川崎氏は意外な私の質問にちょっと不満な顔色を表したが、考えられる状況を教えてくれた。確かに言われた通り、相手が准教授であろうが出身大学の関係者であろうが、やってることは間違っているのだし、過ちを分からせないと自分に被害が及ぶだろう。そしてその後また次の被害者が生まれるということだ。私は深くため息を吐くと、通報しますと答えた。その後警察に通報し、被害届を出したことで警察が動いてくれて、なんとかストーカー行為が落ち着いたようだ。最近ではかつての穏やかな日常が戻りつつある。とは言っても、あんなことがあったのだから怖くないはずはない。いつまた思いもしない相手からストーキングされるかと思うと、心穏やかにはいられないのが本当のところだ。そのため今回のことを教訓として私は引っ越しをすることにした。今度は女性専用でセキュリティ万全のマンションだ。おかげで今は心から安心して生活することができている。そういえば友達が占ってくれたタロットだけど、あれから友達に連絡したら、悪魔の言う通り戦ってよかったじゃないと笑って言われた。確かに戦わなかったら何も分からず、知ることのないままいまだに恐怖していたのかもしれない。恐怖や不安と向き合えば打開策が見つかるとカードは教えてくれたけど、確かにその通りだったなと今は笑って話すことができる。あの時逃げなくて本当によかった。いかがでしたでしょうか。このカードは恐怖や不安の種に向き合えば打開策が見出せることを伝えています。また不完全である人間への警告であり、光に目覚めた状態へ導こうとしているのです。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次のお話でまたお会いしましょう。